書いたこと訂正した方がええと思うで。岸口も増山も堀井健児も自分が井戸時代にどういう質問をしていたか、どういう発言を議会でしていたか、なんか言うたびに俺全部反対人論持ってくるよ。その反対人論はあなた自身の言葉です。斎藤元彦の支持者が信じてることは全部嘘なの。で、こんな基本的な数字まで間違えるんですよ、斎藤元彦は。そしてその数字の間違いを指摘してるのは常にオールドメディアです。悔しかったら菅野保みたいにエビデンス添えた話してみ。まあ相変わらずですよ。もう今日の本題ですけど、これ維新で兵庫から国政にチャレンジした堀井健児なんですけどね、相変わらずこんなことを言うとるんです。兵庫県の記載問題、斉藤知事の逆襲のように取り上げたメディアもあったが、決してそうではない。国会時代に東京で斉藤知事と会い、初めて文集増林事業が大変なことになっていると聞いた時のことに思い出すが、斉藤知事は井戸知事時代のスキームに触れず、本来は国がやるべき問題だ、うんぬんかんぬんって言うてんねんけど、これ嘘ですからね。堀井健児が言うてることは 100% 嘘です。何が嘘かというと、この投稿の悪質なところは、反斎藤と言われる人は、井戸時代の財政を隠蔽したがっているというストーリーそのものが嘘です。調べました。私調べました。徹底して調べました。いかに嘘であるかと。反斎藤って誰？県議会議員で言うたら。筆頭は、皆さんお名前出してますけども、筆頭は亡くなった竹内さんですよね。竹内さんが文集増林事業おかしいって言い出したのは、斉藤元彦が知事になる10年以上前です。で、井戸県政の時の井戸財政マジックと言われるものに対して、一番文句言うてたのが、竹内、稲村、そして、ちょっと会派は違うけど、丸尾。この3人です。で、稲村さんが反対動議を挙げる。竹内さんが反対動議を挙げる。この予算はおかしいと言うて文句をつける。だから採決しようって言って、その採決を潰してきたのは全部維新です。井戸さんのやり方で問題ないやないか。で、これは考えたら当たり前でね、それが斉藤であろうが井戸であろうが、県民連合というのは議会で少数派ですから、知事を批判するのは当然なんですよ。それで好きとか嫌いとかじゃないのよ。当たり前の話で、維新というのは常にその時々の自民党が正しいっていうことを言ってるだけなの。大阪の市議会と大阪の府議会以外で維新がやってきたということは、その時々の自民党が選んでる人が偉いということを各議会でやり続けてるの、維新は。国会かってそうでしょ？で、兵庫県議会でもそうやったんですよ。井戸さんは自民党の知事でしたから、自民党よりも井戸さんを維新は応援してたんです。で、調べました。竹内、稲村、丸尾の3名が、井戸時代に、この3人だけで、井戸さんの財政がおかしいという質問をしたのが、162回です。この3人だけで。これ上野さんとか他の県民連合の人言えてないですよ。竹内、稲村、丸尾の3名だけで、井戸さんの財政がおかしいと162回です。俺のカウントが漏れてなければね。で、維新の議員があれだけいるのにもかかわらず、井戸時代に財政質問したのは2名で合計4件。そのうちの3件は、プライマリーバランスを維持している井戸さんの財政は素晴らしいという質問です。で、岸口、増山が井戸さんの財政について質問した形跡はゼロです。今何してるかというと、めんどくさいんで、俺が記者会見の時に使ってる、青本読んだらわかると思いますよ。これ LLM 動かしてます。今ちょっと検索かけてます。もっぺん俺の言うてること正しいと思うんで、データ検索しますね。やっぱゼロです。で、井戸時代の言動を言うと、井戸派というと、岸口、増山です。で、これは別の動画作りますけど、井戸時代の岸口、増山が、いかに井戸さんにこびた質問をしてたかというのを、議事録でテキストで表示するようにしますわ、今度。だから、議事録に残ってるその議員の発言が、その知事時代に、その知事のことをどう質問してたかというのが、井戸かどうかということで言うんであれば、
確実に井戸派は岸口と増山です。でね、今日の動画のタイトルを実を言うと、反斎藤派の奴らは菅野保に一生勝てないっていうタイトルにしようかなと思ったんです。なぜかというと、なんで俺こんなに自信満々言えるか言うたらね、ごめん、俺全部読んでん。最近たもちゃんツイッターあんまり書いてないなと思ったと思うけど、17年分か。17年分俺全部読んでん。で、全部読んだということを信用してもらおうと思うと、これ宣伝ではないけど、青い本読んだ人やったらなんで俺が全部読んだかわかると思う。もともと俺のこの記者会見に持ち込んでるシステムには、兵庫県議会の議事録の過去分のデータが全部入ってるんですよ。だからどの議員が何年何月に何を言うたかって瞬時に出てくるようになってるんです。記者会見の場でも。でも、所詮 LLM やから検索間違えよんねん。ってことは、検品する俺が検品するだけの知識がなかったらあかんから、AI に追いつくためには一通り読んどかなあかんと思って読んだんですよ。多分その理由はこの本を読むとわかると思います。青い本の俺の書いた内容を読んでくれたらわかると思いますが、で、最近たもちゃんがツイッターに浮上がすんのが低いなと思ってたのはなんでか言ったら、しこしこ読んでたからです。で、しかもそれ、誰のを読んだか言ったら全員のを読みました。で、委員会によっては読まんでもええ委員会とかがあるんで読みませんでしたけど、増山は2019年初当選なので、井戸期は2年間なんですけど、残酷なお知らせがあります。これ読んでいただきたいんですけど、ここに増山の過去の発言が全部出てくるようになってるんですよね。これ読み上げますね。2019年初当選なので、井戸期は2年のみ、しかも方向逆。2021年3月5日、予算特別委員会で、リフレ反緊縮論を展開した上で、将来負担比率の早期健全化基準 400% を 500% に緩和するよう国に要望してはどうかって言ってるんです。要は、井戸さんの財政はまるっとええと。で、これで、早期健全化団体になったり、記載許可団体にするという国の基準の方がおかしいんだと。で、その国の基準を改正してくれた井戸さんがやっている計画っていうのは、国の基準が変わればすぐ達成できるんだから、国が悪いよね、井戸さんっていう質問をしてます。で、さらになんとすごいのは、2021年3月に、竹内さんが、これ以上借金したらあかんから、県債の発動を抑制する動議っていうのを出したんですよ。これ以上兵庫県が借金するのはダメだと。竹内さんはね。言うて動議出したんですけど、その動議に増山は、県民に必要に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか言うて反対してるんです。それどうすんのこれ。確かにね、増山のキャリアは短いので、井戸県政の末期数年間しか増山は被ってないですけど、その被ってる数年間の間で、増山の議事録を検証すると、井戸さんのやってることは正しい。井戸さんのしゃってる借金は問題のない借金だ。借金を増やすべきだ。そしてこのぐらいの借金であかんと言うてる国の基準がおかしいって議論をしてる。ということは、増山さん井戸派なんちゃうんね、どうすんのこれ。議事録見たらわかることを、さっきの堀井健二みたいに、反斎藤派は井戸さんの利権を守るためとか言うんだけど、その井戸さんの利権と戦ったん、稲村さんと竹内さんやねんけど。で、その、井戸さんのやる通りにやったらええやんって質問してたのは増山やねんけど。いや、斎藤元彦の支持者って能力低すぎて、県議会の議事録って過去の分全部残ってるってことさえ知らんのんちゃうかな。で、俺、今、岸口と増山の名前しか出してへんけど、その肝心の堀井健二の質問のことを掘ってないように思うでしょ。堀井さん見てはったらね、気ぃつけなはれや。消すなりなんなりした方がええと思うで。なんで東映の映画の名前出すかやったら後でこれ回収しますけど、堀井さん、弾は残っちょるがよ。だから、書いたこと訂正した方がええと思うで。岸口も増山も堀井健二も自分が井戸時代にどういう質問をしていたか、どういう発言を議会でしていたか、なんか言うたびに俺全部反対陣論持ってくるよ。その反対陣論はあなた自身の言葉です。今、井戸時代に悪かった、今斎藤の悪口を言うてる県会議員は井戸の手先だ言うてるその口、全部昔のあんたの発言で俺全部ひっくり返せるからな。嘘やと思うんやったらね、これ井戸さん時代の議事録です。これ見てもらいましょう。令和3年3月5日金曜日午前9時30分大会議室予算特別委員会議事録。出席者
上野栄一等々から始まって、ここに増山誠いますね。いますね。これ増山の発言です。委員長、ただいまから予算特別委員会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。増山誠委員、維新の会の増山誠である。午後からも引き続きよろしくお願い申し上げる。早速質問に入らせていただきたい。質問の一つ目は、早期健全化基準の見直しに関わる国への要望についてである。昨今、国の発行する国債残高に関して、うんぬんかんぬんとこういうことで、何が言いたいかというと、ここ10年で財務省の方針もだいぶ変わってきたのではないか。特別国債の財産が300兆円から600兆円に増え、財政も過去最大規模に膨らんできた。明らかにかつての財務省、日銀とは異次元の行動。財務省、総務省からすれば地方自治体に任せて何をするかわからないため、しっかりと手綱を握っておきたい考えかもしれないが、ここね、今読んでるところ、ここね、映ってるでしょ。国の方針が大きく変われば、地方自治体の向かうべき方向も少し変えていくことを国に対してしっかりとものを申していく必要がある。具体的には、県の財政フレームの大きな枠を決めている将来負担比率に関する早期健全化の 400% という基準について、例えば 500% に緩和するように要望してはどうか。で、松山今になって総務省のルールを井戸さんは破った言うてんの。お前ルール変えろ言うてたやんけ。お前国がおかしいねん。井戸さん正しい言うてたやんけ、ここで。中の人が入れ替わったん。岸口さん、また明日同じようにしましょうか。岸口さん。で、明後日堀井さんにしましょうか。毎日一人ずつこうやっていきましょうか。調子乗ったこと言うてたら。井戸さんの時にあんたらがなんて言うてたんか全部見てみましょうか。ごっこやりましょうか。あんたらね、好き勝手嘘ついてるけど、そのあんたらの嘘をめくろうと思ったら、このごっつい頭の脳みそ1個分必要やねん。でせやけど簡単やねんな。だって記録残ってんねんもん。書いたあんねんもん。令和3年3月5日。全部残ったんねん。来年3月15日ちゃうでよ。でどうすんの？で、それでね、アホを騙してたら気持ちええかもわからんけど、あんたら言うてんの全部嘘やん。で、一方、竹内さんなんですが、もう大昔です。2011年ですから平成23年です。一時読み上げませんけども、平成23年2月28日の議事録なんですけどね、ここで竹内さんの登場シーンを見てみますと、ここで滋賀県の造林公社に対する出資の話をしてて、文集造林事業おかしいやんってことを平成23年のタイミングでもう議論してはるんです。ここで字ちっちゃいかもわからんけどね、こう言うてはるんです。今後の伐採収益が上がらなかった場合の保証はなく、経済の変動によって再び同じ結果を招けば、県民の貴重な税金財産のさらなる毀損につながりかねません。また、弁済完了が現在から40年後の平成63年となり、その時点での責任の所在も曖昧となります。長期分割弁済を選択した理由として、神戸、阪神地域の水需要の8割を琵琶湖、淀川に依存する本県は、水源権に対する下流権、受益権としての責任を果たす立場から選択したと説明されております。確かに琵琶湖における水源関用機能の維持は重要であることは認識するところであり、本県も下流権、受益権としての立場から今後とも水源権に対する責任を負っていくことがありません。しかしながら、一括弁済を受けても、本件は引き続き、同公社の出資者、社員としての立場で意見を具申することが可能であります。同公社が今後とも、水源関用等の公益的機能を維持しているよう、水源権に対する責任を果たすことは可能であります。よって今回の長期分割弁済の受け入れを前提とした本議案については、県民財産の確保の観点から最善の債権保全策とは言えず、他の下流団体と同じく、一括弁済方法を選択するべきと考えることから賛同できず反対を表明いたします。文集造林事業がおかしいってことは、平成23年のタイミングから竹内さんが議会でずーっと言い続けてること。という平成23年の竹内さんの議事録を見て、昔兵庫県議会をやっていた堀井健二が何を言っているかをもっぺん見てみましょうか。兵庫県の記載問題、斉藤知事の逆襲に取り上げたメディアは決してそうではない。国会時代に東京で斉藤知事とは初めて文春造林事業が大変なことになっていると聞いた時のことを思い出すが、はい、嘘。平成23年に竹内秀明議員が文春造林事業がおかしい。それから、その文春造林事業で井戸さんが天誤しているということを、
こうやって代表質問の中でも正々堂々と主張してて、そこに堀井健児は後から県会議員として参加してて、この議事録を読んでるはずなのにもかかわらず、あたかも斉藤知事が文春造林事業のおかしさに初めて気づいたなんてことを言ってるのは 100% の嘘です。竹内秀明も稲村和美も文春造林事業がおかしいっていうことを井戸県政の時に10年以上叫び続けていきました。その声を葬ってきたのは常に岸口と増山が所属してた維新です。嘘です。毎日ちょっとずつ湧く斉藤支持者が今日はチャット欄に皆無ですね。無理でしょ、たもっちゃんに反論すんの。でね、斉藤元彦を信じてる人が信じてるストーリーは、井戸県政の時に竹内さんとか丸尾さんとか稲村さんとか反斉藤派は井戸さんの応援してたみたいなことは今立証したように全部嘘なんです。っていうかね、斉藤元彦支持者が信じてるありとあらゆるストーリーは全部嘘なんです。だって元彦がパワハラしてないというストーリーからして嘘やん。パワハラしてるやん。嘘やん。本人も認めてるし、これ第三者委員会の報告書の104ページなんですけど、ページ数まで覚えてるほど読み込んだやついる？第三者委員会の報告書104ページ。これ一個一個の行為を104ページ以降パワハラを検討していってんの。20メーター歩かされた件であるとか。個々の行為がハラスメントに当たるかについて、括弧1、考古博物館の件。本人の認識では注意しただけであったとしても、相当性を欠くってパワハラ認定されてるし、X 氏及び他の職員の勤務環境を悪化させたものであるからパワハラに当たると判断するって第三者委員会の認定を降りてるんですよ。これ20メーター歩かせた件だけじゃなくて、この後ずっと続くんです。ここでパワハラと検討された16件の行為のうち10件パワハラとして認定するって言われてんの。だから斉藤さんは謝罪までしてんの。で、おねだりの件も同じ調査報告書でおねだりゆすりたかりと認定されてんの。37ページからのところですけど。書いたん。あいつらがよう言いたがら百条委員会は何の意味もなかったって言うてるでしょ。百条委員会何も意味もなかったって、それ元彦が否定しとんねん。これ百条委員会の特別委員会の議事録がこれちゃんと県の議会の議事録に残ってんですけど、でここら辺で斉藤元彦が百条委員会で喋ってるとこで作成者指示を元彦がここで証言してんねんて。誰が作成したかの調査をせえ言うた言うて。意味がないもんやったらなんで斉藤元彦がこうやって調査に応じてんねん。これ意味のない調査に斉藤元彦が付き合うて嘘ついたら言うんけここで。だから斉藤元彦の支持者が信じてることは全部嘘なの。知事はパワハラしてなかったってパワハラしてるって。で、匿名だけどもパワハラの証言はなんぼでもある。だから元彦は謝ってるんです。研修まで受けてるんです。税金使って。それでもパワハラしてないって言うんであれば、斉藤さんが嘘をついたってことになるんです。おねだりについても、様々なおねだりについて、百条委員会でも第三者委員会でも事実認定されてるんです。で、百条委員会でもし嘘ついたら逮捕されるんです。全部事実なんですよ。認めたくないのはわかるけれども、事実なの。パワハラしたことも、公益通報者保護法違反したことも、おねだりしたことも、全部事実なの。で、そして、それを県会議員の立場で、そんなことない斉藤さんは何も間違ったことをやってないという増山や岸口や堀井が自分の議会での発言さえ否定する嘘つきだというのは、さっき立証した通りです。あなた方は嘘つきが垂れ流す嘘つきのストーリーをアホみたいに信じてるんです。あなた方が一番好きな嘘のストーリーはこれですよ。オールドメディアの変更報道が言うてるんですけど、嘘ついてんのはね、メディアを変更させて嘘ついてんのはね、斉藤さんなんですよ。8月5日の記者会見なんですが、これのもう上皇書を見てもらえばわかるんですけど、熊本地震に関して県のホームページはこう書いてあるんです。家屋被害認定調査員として県から4名、そして市町村から18名を7日から派遣させていただくと予定しておりますって斉藤元彦は言うたって書いてあるんですよ。じゃあここでなんて斉藤元彦が言うてるかということを見てみましょ
これさっき県のホームページ見てるんですよ。で、これ県の YouTube チャンネルにある元彦の記者会見動画です。改めまして、令和8年熊本地震におきまして、被災地は大きな被害を受けているという状況になっております。県としても一日も早い復旧・復興に向けまして、人的、そして物的な支援をですね、関西広域連合、そして県内の市や町とともに連携しながら、迅速かつきめ細やかに対応していきたいというふうに考えております。その上で、現在ですね、支援状況というものは日々進捗をさせていただいております。家屋被害認定調査員として、県から4名、そして市長から14名をですね、7日から派遣させていただくということも予定しております。また被災地が避難所の断水状況によりまして、特にお風呂やシャワーなどがですね、大変困難を極めているということがあります。すでに水循環型のシャワー7台ですね、などを無償対応させていただいておりますけれども、今回追加的にシャワー4台ですね、県が3台、神戸市さんが1台などを追加で発送させていただくと。今気づいた？もっぺん行くね、そこの箇所。家屋被害認定調査員として、県から4名、そして市長から14名をですね、7日から派遣させていただくということも予定しております。今14名って言ったでしょ。これ正しくは18名なんですよ。で、これ14じゃなくて18で突っ込んでるのオールドメディアです。知事の発言がオールドメディアの調査によって違うということが分かって18ですよねって指摘を受けて、県は文字起こしで知事が14と言うてるにもかかわらず、議事録では18に書き換えてるんです。で、こんな基本的な数字まで間違えるんですよ、斉藤元彦は。そしてその数字の間違いを指摘してるのは常にオールドメディアです。皆さんの大嫌いな毎日新聞であり、神戸新聞であり、読売新聞であり、産経新聞であり、朝日新聞です。で、その井戸さんの違法借り換えを最初に指摘したのは毎日新聞です。元彦でも、県の財政課でもないです。毎日新聞がこれおかしいんじゃないんですかって県の財政課に取材しに行ったのが最初です。皆さんが正確な情報を手に入れられてるのは、オールドメディアのおかげであって、あなた方がオールドメディアが変更報道や言うてるのは、自分に都合の悪いストーリーが多いからですよ。ってことはあなた方が斉藤元彦を支持しようと思うと、嘘つきが垂れ流す嘘のストーリーを信じなきゃいけないから、菅野保はディーン・フジオカであるみたいな嘘っぱちな話を信じ込まされてんねん、嘘つきの垂れ流す。だから、オールドメディアの普通の話が入ってきたら、そっちが嘘に見えるだけの話なんですよ。菅野保がディーン・フジオカに見えてる皆さんに対して、オールドメディアは菅野保はニコちゃん大魔王だって正しいことを書いてるねん。でも、菅野保がディーン・フジオカだと信じ込んでる気違いからすると、菅野保はニコちゃん大魔王だという真実の言葉が嘘に見えるのよ。皆さんがオールドメディアが変更してるように見えるのは、皆さんが変更してるからです。菅野保はディーン・フジオカだと思い込んでる人にね、いや、菅野保ニコちゃん大魔王やろって言うたら、そんなことないって気違いは言うでしょ。あなた方その気違いになってるんですよ。これ東京の人にしかわからん言い方かもわからんけども、中央線あんなにまっすぐです。ズバババババババーンってまっすぐです。昔中央線作った時あそこ全部田んぼやったから、もう真横にまっすぐずーっと走ってます。新宿出たら。厳密に言ったら大久保出たらですけども、ダーッとまっすぐ走ってます。でもね、井の頭線に乗ってたら中央線の方が曲がって見えるんですよ。渋谷から吉祥寺まで斜めに伸びてる井の頭線に乗ってたら、自分が斜めに走ってるにもかかわらず、中央線の方が斜めに見えるの。これ東京の人だったらめっちゃ分かりやすい話だと思うけど。これね、俺がこんな話をしたらね、田舎のクソ弱者は菅野がね、今も一人おったんやけど、朝の洗脳タイムやって、今ようやく斎藤の支持者が口をやって、これは俺が洗脳してる言うてるんですよ。分かった。ほんなら俺のが洗脳や言うんやったら、俺と同じように議事力と資料で議論を展開してみろ。名前あげるわ。カシーナツ、ヘライザー、増山、岸口、白井、堀井。俺みたいに資料にはこう書いてあります。議事録にはこう書いてありますって議論をやった試しがあるか？菅野保のように
証拠を持ってくることができてるか？もっと厳密に言うと、元彦を是認する、元彦を認める言論に、客観的な証拠というのが添えられていた事例があるか？その象徴が映画変更報道ですよ。メディアの変更報道を糾弾すると言いながら、ドキュメンタリーじゃなくてドラマなんです。すごい単純な話ですよ。どっちがね、自分の耳に心地よい、耳障りのいい話を、耳障りのいいって変な日本語ですね。自分の耳に素直に入ってくる話かどうかではなくて、喋ってる人が、喋ってる人以外の作った客観的な証拠を持ってきてるかどうかで判断してみんや。ええよ！俺が洗脳してるって言おうが。俺が人を騙しにかけてるって言うてもええよ。甘んじて受けよう、その主張は。でも俺は、俺が書いていないもの、俺がの手によらない第三者の公的資料というものを持ってきて、ほら、こう書いてあるでしょってことを言うてます。じゃあ、増山氏にしても、岸口にしても、白井にしても、立花隆にしても、ヘライザーにしても、樫井夏にしても、堀井健二にしても、徳永にしても、福永にしても、第三者が書いたものを持ってきて、こうやと言うた試しがあるか？その段階で、どっちがええこと言うてるか悪いこと言うてるか、合うてるか間違うてるかやなしに、大人か子供かの差がついてるよね。大丈夫？そんなに井の頭線乗っときながら中央線が歪んで見えるっていう人生歩みたい。ね、そんなに菅野保はディーン・フジオカだと思い込みたい。俺から言わしたらね、斎藤元彦は何も間違ってないって思い込むのって、菅野保はディーン・フジオカに似てるって言ってるぐらいおかしなこと言ってるんですよ。だって客観的事実としてそうじゃないんだもん。菅野保はディーン・フジオカにそっくりですって言ってる人見たら、あんたらなんて言う？俺やったら病院行け言うよ。で、それぐらいのことを言うてるんです。斎藤元彦のことを擁護するというのは。むしろね、菅野保はディーン・フジオカにそっくりやっていう方がね、まだ事実に近いんですよ。少なくとも両方とも日本の足で歩いてるからね。わかる？菅野保がディーン・フジオカに似てるということの方が、斎藤元彦はパワハラしてない、公益通報者保護法違反ではない、うんぬんかんぬんっていうよりも、簡単なんですよ。なんでか言ったら、菅野さんとディーン・フジオカの共通項を出してみると、ほら、日本足で歩いてるやん。酸素呼吸してるで。目二つついてるし、鼻一つやし。客観的な事実を提供できるんですが、斉藤さんは公益通報者保護法違反ちゃうねん。あれ百条委員会と第三者委員会の報告書別のこと言うてるけどな。国会の質疑でもこんな答弁出てるけどな。斉藤さんパワハラもおねだりもしてへんねん。いや、パワハラもおねだりしてるってこれ証言もあるし、第三者委員会でも百条委員会でも認定されてるけどな。何一つ証拠ないねん。気持ち悪いんすよ。オウム真理教の信者みたいで。繰り返します。悔しかったら、菅野保みたいにエビデンス添えた話してみ。それとね、増山さんをやったので、岸口さん、堀井さんの順番で議事録をまくっていくということを一日ずつやっていきます。楽しみにしといてください。で、そんな岸口の言うてるようなこととか、増山の言うてるようなことを信じる信じひんのは別として、同じようなこと言うてたら最後に何が持ってるかったら、ほんまに死ぬからね。ほんまのことやない嘘のストーリーをみんなで信じるって怖いのよ。どこの国かは知らんけども、1931年9月からほんまのことにない嘘の話を国民全体で信じて、15年間信じて、夏休みの真ん中にラジオ聞け言われたら、陳深く世界の体制と帝国の現状に鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに中領なる汝臣民に次ぐっていうラジオ放送が始まった国があるんですよ。どこか知らんけど。どこの国やったかな、忘れてしもたわ。そんなアホ国家があったんですよ。1931年の9月からね、1945年の8月の15日まで、1億火の玉だ言うてみんなでないストーリーを信じて突き進んでいってね、陳深く世界の体制と帝国の現状に鑑み、非常の措置をもって自局を生成せんと欲し、ここに重量なる汝臣民に次ぐ、陳は帝国政府をして、米英四ソ四国の共同宣言を受諾する旨、
通告せしめたりっていうラジオ放送が始まった国があるんです。そんなアホ国家ないやろうと思ってね、よう覚えてへんねんけど、なんとか中国やったわ、なんて国やったかな。あの国で何人の人が死にました。そしてあの国は何人殺しました。あの国なんていう国かな。そんな15年間もアホみたいにね、嘘を国民1億人が全部信じて、ほいで周りの国侵略しまくって殺しまくって、で自分のところに原爆落とされて、沖縄では地上戦があって、そんなアホみたいな国ないやろお前。そんなんあるわけないやん。ほんまや。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。